日産ノートオーラの内装。この動画ではフロントシート周辺から感じた点です。グレードはアプリックシートのオーラ G。 現代的な造形と伝統的な過色、幅広い年齢層を狙ったような魅力を持つ空間が印象的でした。リアシートなどは別動画にしていますので、合わせてご覧いただけますと嬉しいです。最初に取り上げたいのは、つまり自分がすごいねと思ったのは夜間の内装です。このインパネとかセンターコンソール、木目とアンバー照明の組み合わせからとても上品な質感を感じます。電球照明がダサいなんて言いたい人には言わせておけばいいんです。戦術木目と戦術豆電球、お互いの魅力が合わせて生きてきています。試乗する前は自分もティアナとかティーダとかシルフィーの受け皿的存在、そこを意識しすぎなんじゃないかなんてね、思ったりもしていました。でもそこはサッカー松木安太郎の言葉を借りますと、批判は終わってからにしましょうと、コメンテーターとしてはうまい言葉です。オーラもそう、豆電球うんぬん気にされるより、まずはこの木目を見てね、鈍い反射を見てね、そんな感じで思います。オーラの内装で取り上げたい点を挙げさせてください。まず全体的な部分です。インパネをこうしてみますと、センターから右側は大きなモニターが2枚並んでいて、モダンとかね、現代的といった、印象を受けます。で、助手席の前、ここもね、外に向かって切れているデザイン、この形状がやっぱりね、こう最近のっていった感じを受けます。で、あとね、そこに組み合わされるのは、多少クラシカルにも思える木目。表面に厚いクリア層とかないので、艶を強調しているタイプではないです。その代わりにこうじわっとしたね、鈍いというかこう、なんかこうね、上品なこう表面処理が印象的です。なのでね、そんな、壁紙っぽいとか、そんな感じは全然ないですし、かなりね立派な印象を受けます。木目ね、好き不好きあるので、お好きでしたらといった感じですね。じゃあ、細かいところを見ていきます。まずね、カップホルダーなんかはね、すみません、ちょっと別の項目で挟みます。で、運転席周り。まずステアリングスイッチです。ステアリングスイッチは、左側は各種設定に使います。右左がこれで、上下はね、マウスホイールみたいになっています。回すのと押すのが可能です。それからですね、このボタン、これは、表示を切り替えができます。大きく分けて、これが走行状態メインの表示で、これで切り替えると、車のね絵が出てきたり、グラフィカルな、演出優先といった感じになりますね。で、あとね、ナビ使ってますと、ナビの状況、地図もねここに表示されます。で、右側はですね、ACC アダプティブクルーズコントロール、日産の前ですとプロパイロットといった方がね、でプロパイロットの設定はまずメインキーがこれになります。ごめんなさい、 PD2、 これでプロパイロットのメインスイッチ。あと下がオンで、それから速度の上下もね、これ今一般的な形ですね。すごい簡単にささっと使えます。それから、前走車との距離なんかはね、このボタンです。で、あとちょっとね、メーター映しますね。メインのメーターは、優秀なのはこのドライブコンピューターというページ。ここね、まず給油後総合、それからドライブ情報1、ドライブ情報2、これ3つのパターンがね、それぞれ記憶していてくれて、燃費、それから走行距離、あと平均速度、走行時間、この辺がねバラバラに独立してね、記憶していてくれます。リセットは長押しです。ここちょっと複雑ね、全部リセットですとか、燃費だけリセットとかね、そのような形になっています。あとステアリングスイッチ左側はね、戻るキーを兼ねています。で、この状態で、ペダルガイドですとか、燃費履歴なんかもね、ここで出てきます。では、中央部いきますね。中央部はですね、このメーターもそうなんですけれども、液晶の部分はね、そんなに反射は強くないです。どちらかと言いますと、この周りの黒い部分、この黒い部分がね、ちょっと反射が気になるので、華やかに見える、その代わりに、自分の顔がね、映り込んだり、周囲の光がね、チラチラしたりといった時がね、たまにあります。
で、これはね、メーカーナビで、プロパイロットとか、あと BOSE のスピーカーまでついたセットです。で、この状態で、ここはね、ちょっと操作シンプルなんですけれども、いいのはカメラ、周囲のカメラ、ここを押すと映ります。今ね、これ前と上からが映っていて、もう一回押すとね、これ左前なんかが見えます。で、これ走行中でも映るのでね、結構楽しめます。あとやっぱりね、どうしても困った時なんかはね、これパパッと押すとね、便利ですね。バックモニターはですね、どうでしょう。今バック入れましたけれども、ちょっとね、解像度的にというのはね、感じる時がありました。エアコン操作部は、液晶表示部がね、最小限ミニマムといった感じで、あと周囲がね、丸いデザインになっているのが特徴的だと思います。で、液晶部小さいんでね、この辺のスイッチはインジケーターが点灯するような形です。押すと今オレンジに光ってます。で、その下、センターコンソール。センターコンソールは、まずね、2階建てになっていて、この上部のね、質感、この辺がこのオーラの大きな魅力だと思います。その質感を強調しているのが、木目に曲面が使われているところですかね。結構フラットの部分は最小限で、あと意外とね、緩やかにかつ、もしくはきつくと、こう、曲面がね、ラウンドした部分が、これが、光の反射で立派に見えます。あと、前から行きますと、携帯の充電場所、それからスタートスイッチ、ドライブモード、それから EV、これ日産ですとマナーモードって呼ぶそうです。それからブレーキのオートホールドは、メモリー機能付きでシステムオンオフのたびに、ごめんなさい、システムオンオフしても、記憶していてくれるタイプです。あと、電気式のサイドブレーキ。それからあと特徴的なね、シフトセレクターです。これちょっと操作しています。今 P に入っています。この状態で、下に引くと、D と B の切り替えです。あと、親指のボタンを押しながら前に動かすと、これでリバースです。で、P の状態で軽く下にホールドするとニュートラルになります。インジケーターが点滅します。続きましては助手席側です。まずね、これ助手席側から見ますと、ここのね、インパネの外に向かって広がっている構造、造形、ここがね、嬉しくなっちゃいます。なんでかって言いますと、ここがね、いらっしゃいませ、どうぞお入りくださいって言ったね、なんかここの形状だけでね、それを感じられるんですよね。で、あと、シートです。シートはですね、まず座面。座面はですね、少しこの柔らかい層と、その先にね、なんでしょう。形状記憶ウレタンといいますか、その包まれ感がね、あるような層がありまして、この2つによって、表面のちょっと柔らかいところとね、その先のしっかりしたところが、組み合わされています。で、背もたれもね、シートバッグ、この辺同じような構造です。で、リアシートはここちょっと硬い感じるんですけれども、フロントシートはね、ここ、そんなことなくてね、ちょうどいい、ブニュッとしたランバーサポートみたいな感じでね、座れます。で、助手席から見ますと、やっぱりこの、木目のね、センターコンソール、立派ですね。で、ちょっと座ってみます。で、助手席側から運転席側を見ますと、こんな感じです。で、今ね、シートは一番後ろまで下げています。この状態で、自分が座って、足がね、ちょうど目の前で、先の方で踏ん張れるぐらいの、ちょうどいいぐらいの過不足ないスペースといった形です。乗り降りはね、楽です。もうシートにお尻をつけたまま足が地面につきますので、このままね、スッと降りれます。オーラの動画は内装でもう1本、リアシートの動画含めて計7から8本になる予定です。
よろしければ見たよって合図にいいねボタンかヤッホーってコメントだけでもいただけましたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ラリー男爵でした。